この日はアウターワールドの続編にあたるハート・オブ・ジ・エイリアンをプレイ。分かりにくいトラップが多く慎重に進んでいくドグマだが、この後悲劇が襲う。落ちてこへん？大丈夫大丈夫大丈夫。うわ何あれ。あエレベーターだ。前作にもあった。あよかった、これ安心だ。前作もねエレベーターゾーンはね安全地帯なんですよ。バイオハザードのアイテムボックスみたいなもんで。イエーイオッケーちょっと卑怯。安全地帯を続編では危険にするのは卑怯。悪名高いマイクロニクス社が関わったゲーム6番勝負としてミラクルロピットに挑戦。難易度が高くバグも多いこのゲームにドグマの怒りがこみ上げる。動き見して。なんかバラバラ。なんかバラバラやな。キュー危ないの。はあよ。てめえふざけんなよ。なんで上行ったら死ぬんじゃ。おかしいだろ。てめえおかしいだろ。これはそこ乗って右急に大きなる。そういいでしょ。でこれ乗る。そう素晴らしい。でこれ多分いったら下が見えるあれです。あれに乗る。オッケー。ほんで振り子。ちょっと待った。今飛ぶと向こう行くか次やな。これ間に合うかな。いけるわ。いけるわ。繰り返おいった。で右なんでスクロールせんの。このまま飛んだらてんてれんてれんやん。出るんじゃないですか。入れてみましょうよ。乗ってる。ちょっと売れてく。なんでもうクソだな。マジでクソだな。俺悪くねえやんけ。理不尽だらけだったミラクルロピットもセーブ機能を駆使しようやくラストステージに到着。しかしマイクロニクスの罠はさらに続く。行くぞ。俺の力見ろ。ラストメンや。これ攻撃ないやん。やった。終わったんじゃない。そう地球行ったよ。ほら What terrible affair. The UFO was enemy. You are back brother. Enemies world again. どういうこと。一面だアゲインってそういうことかも。お手紙預かってます。じゃあ上から読み上げるね。さっきの一応日本語版が来てます。富田が訳したらしい。なんてこった。今乗った UFO は敵のものだ。なんでやねん。アホか。なんでそんなん置いとくんや。ドグマとユゲは再び敵の世界に連れ戻されてしまったのだ。ここから富田の言葉ね。要するにここまでの冒険は全て無駄です。2周目頑張ってください。じゃあ頃合いなんでわしは買います。ね本当に帰るの。ね嘘でしょ。もうありがとうございました。ここに一周です。昔できなかったシリーズとしてスーファミのドラッケンに挑戦。広大なフィールドにそびえ立つ城に入ろうとしたのだが、まあでもゲーム実況なんて仕事はほとんど休んどるみたいなもんやでなっていう風に世間から見られる。いやおいまあでもゲーム実況なんて仕事はほとんど休んどるみたいなもんやでなっていう風に世間から見られる。いやおい世間から見られる。食べられちゃった。再び挑戦。うわ緊張するな。チャーシュー麺チャーシュー
な嘘サメ強すぎるだろ。なんだよ今の。悪名高きマイクロニクス社が関わったゲーム6番勝負。続いて挑戦したのはファミコンの魔界村。理不尽極まりない敵の配置と難易度にドグマの怒りは爆発する。2段先のこれここから左に飛んでください。あ、ほんと出た出た、すごい。 OK です。あともう1個あります。うーここ入れてください、トモさん。ここ1回取ったらちょっとうるさいリアクションさせる俺の。なんで取ったらすぐ出てくんの。おかしいだろ。性格悪いな。なんじゃこのゲーム。あまりの難易度に怒りが収まらないドグマに対してあの大嫌いな敵がさらに逆なでする。もうクソネギ野郎。いやそれいかん。このゲーム嫌い。行くよ、とりあえず行くよ。ももちゃん、もううぜえなこのクソ大腸野郎。てめえのせいで何回やり直しとると思っとんじゃこれ。てめえもつ鍋にして食ったのかこれ。でこうか。で右になるほど。でなんで俺おめえ押しただろ。ムカつくなマジで。クソしまっちょやろ。死ね。クソネギ野郎。クソ大腸野郎。クソしまっちょやろ。3D 用のアドベンチャーゲーム悪逆の季節に挑戦したドグマ。実写ドラマが売りのこのゲームだが大胆すぎる佐久間陽子の反抗シーンをご覧ください。ちょっと探してくるから。ちょっと待って、早くね。大胆やね。バレると思うんやけど後ろのお前後ろの女の子たちに見られると思うんやけどすごい今狙いやすくしてくれたな。ゴルゴかよ。すげえ腕やなこいつ。電話ボックスで殺された人だよね吉川。大胆やなこの女。バレるやろ。じゃあそういうことだよ。よろしく頼むよ。おいヒットマンかよ。なんで背中から心臓一突きできんねん。あなたには17分しか持ち時間がない。すげえなこの和女。歌山線のそしてあなたは自分の部屋に木戸を呼び出して挑発し自分を襲うように仕向けてやっぱそうだ正当防衛に見せかけて殺した。犯人に狙われている目 SE 撃者がを信じてる確実にプロの SE なんだよな。全ての事件の犯人だと考える。急所に的確に刺さる SE だもんね。犯人に狙われてる目撃者だとごめんいいシーンな信じて笑ってます我々は人は悪名高いマイクロニクス社が関わったゲーム6番勝負としてファミコンのアテナに挑戦。難易度がかなり高いこのゲーム、なんとか1面のボスを倒し2面へ進んだドグマ。しかし2面もさらに難易度が上がっており
コンティニューを使うも残機を減らしていく。そして残機を使い果たしたところで事件は起こった。赤い剣が確かにいなかった。この辺にあるんじゃない？でもさ、マイクロニクスさんのゲームって全部 BGM が死んだ。あ、そうか。あ、コンティニューで。で、あれなんでさっきできたやん。いや、セレクトしてるんですけど、いかないです。コメント、ボスを倒した時の K マークがないとコンティニューできません。コンティニューは1回だけです。何コンティニューの K ってこと？コンティニュー C だろ。なんでだよね。コンティニューだったら K じゃなくて C にしろよな。なんだよ K って。マイクロニクスミス。おい。ディジャブ、シャドウゲートに続くケムコアドベンチャーシリーズの3作目、悪魔の招待状に挑戦。ラスボスのところに来たドグマは今までにない斬新なストーリーに驚愕する。うわー、これドラカンこれちょっと選択ミスったらやばそうやな。じゃあこれ取る？取れないでしょ。いや取れないもんね。ああ、じゃあ捨てるがあるから穴に捨てるみたいなことか。どこに捨てようかな。あ、でもこれでいくってこと弱いラスボスやな。ギャーラスボスを穴に捨てるゲームって初めてやったわ。もうギャー。ラスボスを倒して奥に進むとオープニングで失踪した弟思いの姉を発見。なんとかして救出したいのだが、弟思いの、そして弟も姉を思っています。兄弟愛の素晴らしい。あれ言えへん。どうしたのお姉ちゃん。僕が一生懸命話しかけてもお姉ちゃんは知らん顔をしている。ペンダントしか、ペンダントか。お姉ちゃん正気に戻れ。えい。違うか。もう絶対ないと思うけど普通に叩いてみようか。おい起きろバカ。パンパン。お姉ちゃんの方を叩いた。お姉ちゃんどうしたんだよ。こんなもんに取りつかれと。この館は俺様のもの。お前も娘も我々の仲間になるの。うわー、あれお姉ちゃん、お姉ちゃん、あれちょっとお姉ちゃんが窓から脱出したぞ。正気を取り戻したみたいだ。おいお姉ちゃん、俺置いて逃げてってまったぞ。お姉ちゃん、どこが弟思いだ。難易度が高いビックリマンワールドに挑戦中のドグマ。7面をクリアしたところで視聴者のあるコメントに気づく。ドグマさん、笛を使うところに行き忘れたのでやり直しましょう。一面からやり直して再び元の場所に戻ってきたのだが、ただレトロゲームの立体はね、立体になるだけでも違うボンミスを乗り越え9面までたどり着いたドグマ。ゲームの文句を言いながらも
足場の悪い場所を進んでいくと、こうもむずいとさ、いつも思うのがさ、そのむずいのはええねんけど、ここに住んどるボスはどうやって行き来しとるんやろうね。本当にそれ思うな。どうやって行き来しとるんやろうね。あっ、なんでスタートとセレクト、ああ加トちゃんケンちゃんを攻略中の隊長。特定の落とし穴に存在する戻りワープポイントに大苦戦する。世紀末は悪魔の逆襲と同じメーカーの悪しきえはえやりましたね。このゲーム洗礼を受けましたね。ああいううまい。ああ惜しい。あでもこのお前張り切っとるけど、あやばい。今もし緑のスプリングで2の1やったら、俺ようわからんけど俺もおかしなって世紀末始めるかもしれん。ドルゾー君、ちょっと MSX と世紀末持ってきてもらっていい？おいおめえふざけんな、わざとやってるだろお前。お前クリアした？あ、ドコモさんほら。おー隊長おい目は何回やっとんねん同じことをよ。おいやんなっつっとるやろバカ。バイオレンス。青セラミカルと挑戦したファミコン版ターミネーター2。原作にはなかったシュワちゃんのギリジャン地帯に大苦戦する。あんまり原作ままじゃないから文句言うのも違うよね。そうだよね。そんなファミコンなんだからさ、そこはおおらかにいこうよ。そうですよ。ファミコンなんだから。クソだなおかしいだろ。オッケいやまあマジでここむずいよー。むね。ずい。ギリに立つのも大事なんでしょうね。いやーさ、俺らが求めとんのはさ、もっと映画っぽいああいう恐怖が欲しいのよ。追っかけられて怖いとか。なんでこんな陽光がしゃーふざけんなよてめえバカか。なんで潰されんねん。ほら、1も2も楽しよしナイよしスナイスよしよしナイスナイスナイス。いいっしょ。これ落ちるね。これどうすんの？左に飛んでいいの？それ行くしかないよね。やそれ行くしかないよね。ーやこれだからストンと落ちればよかったんだ。ーすっごいストレス。
ファミコン版とスーファミ版のターミネーター2に挑戦したドグマとセラミカル。映画が題材のレトロゲームとしては再現度が高いゲームだが、その中でも印象深いシーンをご覧ください。まずはファミコン版のエンディング。やっと終わったんだ。いや、まだもう一つチップが残っている。やだジョン、行かなくては。ここで終わらせなければならないんだ。溶鉱炉の中に俺を下ろしてくれ。自分ではできないからな。こんな言い回しはなかったけどな。さよなら。すごい。手話。ちょっとこの手話プレデターの時の手話っぽいな。うわー、いやでも最後なるんじゃない？なるか？なるやろう。うわー、ならへんわ。嘘だろ？嘘だろ？なれへんかった。嘘だろ？やってよ最後。次はスーファミ版のオープニング。始まるのこのまま。始まんじゃない。トラックワープしてくるとこや。あ、風が。来た。うわー。えぐれた。お頭の人。でも股間の部分うまいこと隠れとる。あの部分だけちょうでもこの後やばいぞ。ないよ。どうまいこと。バイクで隠れる。そんな奇跡的な。よくできてる。このゲームはここがピーク。PC エンジンに挑戦中のドグマ。何やら気になる敵を発見した模様。最後、うわー、のどちんこの向こうにみんな見て、なんか男子に見覚えのあるこれいかんですよ。これいかんですよ。これ何が見覚えが違う。つくしんぼう。皆さんつくしんぼうです。元気いっぱいですよ。やっぱりいいですね。若いっていいですね。でもこれ下から続きでいけんねやな。じゃあこうして、いった。のどちんこでいった。いやー、いいですね。これでもさ、位置が現人の位置に死んでるのにすっごいビンビン。いやー、すごい現人同級生2に続き下級生に挑戦中のドグマ。際どいシーンを隠すために今回も奮闘する。いけない。あれどうすんのこれ。はい、皆さん、ここで、スーパーチャットいただけるとワイプが消えます嘘です。ほら、おじさんを消したいならほら早く払え。ひどいな。じゃあ皆さん、よーく見てください。いきまーす。ペイチャンネルだ。はい、オッケー。くだらねえ。ちょっと喋っていい？今日河野まりかちゃんっていう子がイヤホンズっていう3人組の声優さんで、歌うユニット組まれてて、今日そのコンサートにご招待わざわざいただいて、ちょっと今日配信の前に行ってきたんですけど、まあね、キラキラ輝いてて、多分ねお客さんも2000人ぐらい入るでかいところで、ほいでももクロさんとかも来ててさ、すごかったのよ。で、すごいマリンカちゃんやっぱ本当にね今人気ですしビッグになられていいなって言って、俺も負けたらあかんな、よし帰って一生懸命配信しようと思って、僕が頑張っている姿はこちらになります。ありがとうございます。負けてないですよ。僕ドグマさん、俺は負けてない。このマリンカちゃん、僕も頑張ってます。マリンカちゃん、僕も頑張っています。